常に進行形が好きだから最後ってあんまり思わないですね。越野純子、19歳という史上最年少で総演賞を受賞し、日本のファッション界にアバンギャルドという新しい風を吹き込んだデザイナーである。日本のファッション界を牽引し、ファッションを服だけではなく舞台、空間、そして生き方の表現へと広げてきた。2025年文化勲章を受賞。けれど本人はそれを終わりとは考えていない。これをきっかけにやらなきゃ意味ないじゃないですか。それはね、背中を押してくれてるようなものだから、勲章っていうのは勲章もらって終わりですよっていうんじゃないと思うんです。これをきっかけにもう一丁やるかみたいなフランスの勲章をお取りになった時も同じですか？レジョン・ドヌールっていうのはフランスからの勲章なんですけど、やっぱりパリコレを22年やってパリにやっぱりブティックやったり今も家もありますけど、やっぱりパリっていうのはちょっと特殊で、やっぱり文化の国だから、やっぱり文化活動ができる人でないと、パリ中心の考え方をきちっと把握して仕事をするっていうことでしょ。だからやっぱり関わってるってことがすごく大きいですよね。日本だけじゃなくてパリも、たまにはニューヨークとか、キューバとかベトナムとか全然関係ないとかありますよね。そういうところにも積極的にやります。数々の栄誉を受けても越野純子は止まらない。枯渇することのない情熱の源泉には何があるのだろうか。私コミュニケーション好きですね。そうですね。人好きですね。仕事をしててそこで知り合った人がもう 90% ですよね。仕事ってお洋服作ることだけが仕事じゃないですよ。仕事っていうんじゃなくて、生活の中に仕事だけでそれを通じて仲良くなったり、いろいろ付き合いってあるじゃないですか。この間のパーティーでもこう拝見してて思ったのは、やっぱり周りに人がいらっしゃるとすごく嬉しくていらっしゃるんだなっていうのは。一人一人私に関係あって嫌いな人はいないですもん。全部関係、私に関係ある人だけお呼びしてるから、もうみんな好きな人ですよ。私が選んだ好きな人ですよ。今日は最高の日だと思います。まずお客様が素晴らしい。本当にそうです。こういうこともあるんだなと思うぐらいに、私も人生でやっぱり長生きしないと。これがもうポイントです。そうするといいことたくさんあります。やっぱりそれとやっぱりいいお友達がいる。そして仲良くする。今日は素晴らしい、私の大好きな人ばっかりです。本当一人一人私この人で全部私でやりまして、これからもこのメンバーで一生お付き合いよろしくお願いいたします。今度また大阪やるんです。大阪版を大阪でまたバッと京都や大阪でも普段お世話になってるいっぱいいますから、お世話というかお世話してんのかされてんのか分かんないけど、とにかく長年のお付き合いの人がいっぱいいますから楽しいです。やっぱそうやって人のこともしたいけど、私コミュニケーション好きですね。そうですよね。人好きですね。人が好き。前衛的な色と形で世界に強い印象を残してきた越野純子。その飽くなき表現の根底にある情熱、それは人と関わることへのまっすぐな喜びだった。東京に来て、それまで絵の方行こうと思ってたんだけど、東京にその絵の先生がね、うちは洋装店です、家が。
どうしてお母さんと同じ方向に行かないのって本気で言われたんですよ。そっから悩み出しちゃって、しょうがない、もうとにかく東京に行って、そしたら賞をパーンって取っちゃったんですよ。ファッションってやっぱコミュニケーションだから、なんか、コンテスト出したりとか、なんかもうどんどんお友達も増える、なんかそういう意味では私にはそれが一番正しい道だったんですよね。子供の頃、うちの家洋装店なんですよね。いつも人が来てるんですよ。ざわざわも平気なんですよ。商店街のど真ん中で育ってるから。子供の頃から賑やかな家庭で大勢の人に囲まれ、人との交流の中で育った越野純子。画家を志した少女はやがてファッションという自らの原点に帰り、悩みの中で人に応えることに全力を尽くしてきた。求められた場所で自分にできることを惜しみなく差し出す。人に応え、時代に応え、その流れに逆らわないこと、それが現在の越野純子を形作ってきた。分からないから面白く生きてません？明日分かんないから楽しいじゃないですか。洋服っていうのは人間に必要なものですから、これなくならないし、そんなに大きくも変わらないと思うんです。ただ感性は変わるんですよ。感性っていうのは、例えば急に着物が好きになったりとかでもいいし、外国のなんか民族衣装でもいいし、何でもいいんだけど、感性が変わりますよね。この感性は面白いと思うんです。それは時代かもしれないし、出来事かもしれないし、未来って見えないから想像の世界だけど、変わるかもしれない、変わらないかもしれない。だからあまり決めるものではない。ただ目の前に出てきたものを受け入れるってことはありますよね。見たことないものを私は関係ない、見ないっていうんじゃなくて、まず見る必要があると思うし、見て受けるか受け入れないかはその時の判断だと思うし、決めないってことがね、未来に通用すると思う。決めるってことは未来を決めちゃうことだから面白くないと思う。じゃあ今から1年後、じゃあやっぱり変わんないんじゃないのって言っても、変わるか変わらないかは見えないから、結果言っちゃいけないと思うんですよ。でも過去はもう事実だから、見てきたから、これ変わらないものだから、面白かったし面白くないのもあるし、いろいろあったんだけども、これは事実として残るんだけど、未来というのは見えないから、これから何があるかわからない。だから面白いだけじゃなくて面白くないのもあるかもしれない。それはやっぱり、未来の面白さだと思うんです。わからないから面白く生きてません？明日わかんないから楽しいじゃないですか。時代も人も感性も変わっていく。だから決めつけない。まず見て受け入れるかどうかをその時に判断する。未来を決めないこと、それは変化し続ける人間に応え続けるための越野純子の生きる姿勢でもある。First time I saw you, I knew I had to have you. Don't mean no one night stand. Gotta find a way to be a man. It's something about the way you turned and looked at me. Your smile, it turned me on and set my mind at ease. I'm trying hard not to stare. Don't wanna look thirsty. Just trying to play it cool. Gotta show you that I'm worthy. You walked in on the air and seemed to leave this room. I just had to find a way to get next to you. I'm here to testify. Give me a chance, I'm satisfied. Captivate your heart and I'll blow your mind. Don't wanna pass me up cause I'm one of a kind. High side, you're checking me out. Trying to figure out what I'm all about.
shout if I don't.